おお、戸塚か。まだいたのか。うん、ちょうどテニス部終わったとこなんだ。八幡は？進路指導会の手伝いさせられてた。お疲れ様。大変だね。いや、別に大変ってほどのことじゃないけどな。ううん、八幡はいつもいろんな人に頼りにされてるからね。結構大変そう。けどすごく頑張ってる。あんまり頑張れてる気はしないな。頑張ってるよ。いろんな人に頼りにされてちゃんとそれに応えてる。僕も八幡に助けてもらったもん。俺は別に何もしてないよ。というか、何もできてないっていう方が正しいか。あのね、八幡。ん？八幡もさ、大変な時は僕に、誰かに頼っていいんだよ。戸塚。多分僕もまた八幡に頼っちゃう時があると思う。だから八幡も僕を頼ってね。そうしたらもっと胸を張って八幡と一緒にいられると思う。頼られるから一緒にいられる。そういうものなのか。うまく言えないんだけど、そうじゃなくて、そんな難しいことじゃないんだと思う。ただ僕はそうしたいんだ。そうやって近づきたいな。誰かとの距離が縮まるのって素敵なことだと思うんだ。距離が縮まるっていうのは、それはそれで問題がいろいろ出てくるもんじゃねえかな。それでも素敵なことだなって僕は思うけど。そうか。そうだよ。そうかもな。うん、そうだよ。先輩、もう帰るんですか？そうだけど、進路指導会の方はもう終わったのか？それがまだみたいなんですよね。だからちょっと抜けてきちゃいました。ほら、
偉い人が見てると部下は仕事しづらい的なことをよく言うじゃないですか。はあ、私も法師部だったらちょっと顔出してささっと帰れたのに。この際私も法師部入っちゃおうかな。は？なんだかんだ言って法師部の皆さんと仕事すること多いじゃないですか。それに来年は皆さん受験ですし、廃部になっちゃうのも寂しいですし、受験を終えた先輩方が帰ってくる場所、大事に残しておくのも後輩の務めかなって。いや、いいこと言った感出してるけど、要はサボる口実を増やしたいってだけだろ。半分本気ですよ。大体な、その帰る場所がなければ戻ってこられないような人間関係ならいずれ壊れるだろう。それ寂しすぎませんか？距離を保とうって、縮めようって努力すれば続けられる関係だって。ま、そうかもな。誰もが相手のことを分かりたくて距離を縮めようとするんだろうけど、理解の先にあるのが決定的な決別ってこともある。だから先輩って。ん？いえ、なんでもないです。じゃあ私とはどうですか？私とはってどういう意味だよ。そのままの意味ですよ。私との距離についてはどう考えてるのかなって。先輩にとって私はどんなポジションなのかなって。いいですよ、別に答えなくて。っていうか、今の質問を変に勘違いされて口説かれたりしても困りますし。おう。でもちょっと感動しちゃいました。いろいろと。それじゃあ私、そろそろ仕事に戻りますので、ではでは。なんか疲れたな。日曜日っていいな。明日も日曜日にならないかな。お兄ちゃん、ご飯だよ。あ？朝から女児向けアニメをそんな腐った目で見るのはどうかと思うのですよ、小町は。それは違うぞ、小町。このアニメは女児だけでなく、俺をはじめとする大きいお友達もちゃんとターゲットに入っている。
だから一概に女児向けとは言い切れないぞ。俺は詳しいんだ。お兄ちゃん本当に気持ち悪いね。なに、俺なんてまだまだにわかだ。真の大きいお友達ともなると劇場に足を運ぶし、ショッピングモールのイベントにも顔を出すんだぞ。にわかの方が人としてよっぽどマシに見えるから不思議だな。あ、そうだ、それよりご飯。お兄ちゃんが気持ち悪いこと言ってるから冷めちゃったよ、小町の愛情みたいに。やだ、困る。温め直して。それじゃいただきます。いただきます。あったかいご飯はいいな。そうだね、ご飯は温め直せてよかったね。おう。今日は塾行くのか？休み。久しぶりの日曜休みだよ。まあ勉強はするんだけど。そうか。ま、休むのも大事だからな。ほどほどにな。そうする。何言ってるかわからん。食ってから喋れ。そういえばお兄ちゃんのんびりしてるの珍しいね。いや、珍しくはないけど、このところ忙しそうだったよね。まあな。もう終わったけど。なんでそんなに忙しかったの？なんでだろうな。まあ、成り行きだな。成り行き？やっぱりわからん。ああ、そう。でもまあ、なんとかなったし、よかったんじゃねえか。まあ、お兄ちゃんらしいといえばらしいというか。こんにちは。やっはらー、ゆきのうっす。先輩遅い。だからなんでお前いるんだよ。何か用かと聞いたのだけれど、あなたたちが来るまで待つと言ってずっとここにいたのよ。雪の下先輩、私が入ってきた時は超いい笑顔だったんですけど、その後すぐがっかりして、それからずっとあんな感じです。一色さん、はい、すいません、私ちゃんと用があってきたんです。先輩、どうでもいいんですけど、甘いものって好きですか？チョコな。葉山なら何でも喜んで食べると思うぞ。なんか反応つまらなくないですかね？あ、でも隼人君チョコ受け取らないって言ってたよ。なんでですか？揉めるからに決まっているでしょ。小学校の頃、だいたい翌日は教室の雰囲気がギスギスしていたわ。わかるかも。まあ、葉山先輩対策は後で考えるとして、甘さをどれくらいにするか悩んでたんですよね。人によって好き嫌いがあるじゃないですか。
どれくらいって、一色さん自分で作るつもりなの？意外だな。なんでですか？私お菓子作りは得意ですよ。いいなあ。私もできるようになりたいんだけど、どうも苦手でさ。ゆい先輩、料理は真心ですよ。手作りに大事なのは優しさ、思いやる気持ちです。相手のことをちゃんと考えるのが上達への近道です。おお。相手はお菓子作りのこととか全然わかんない男子じゃないですか。だから手作りちょろいですよ。低コストで大量生産、あとは仕上げの時に一手間加えて個々にカスタマイズ。これで男子受け余裕です。思いやりの方向性があさって向いちゃってるんだよな。優しさとか完全にお財布方面に向いてるし。考え方としては決して間違いではないからタッチ悪いのよね。間違ってないならいいじゃないですか。まあでもいろはちゃんのおかげでちょっと参考になったよ。前半だけは。ですよね。前半だけね。ちょっとだけね。あ、はーい。ハロハロー。ちょっといい？ひなに、由美子？どうしたの？別に足ここに頼まなくても。いいじゃん、いいじゃん。っていうか、私も手作りとかそういうの得意じゃないし。とりあえずかけて。それで何かご用かしら？その子なんでいいの？私的にはそれ私のセリフじゃないですかね、みたいな。あ、人たくさんいると話しづらい感じ？なんなら意識帰らすぞ。なんでですか？まあいろはちゃんの意見も参考になるかもだし。まあまあ、ユミコ、そんな具体的な話じゃなければ大丈夫だってね。私も一緒に付き合うからさ、ほらほら。なんていうの？手作りチョコとか作ってみたいんだけど、来年もう受験だし、最後にっていうか。だからまあ1回くらいなら試しにやってみてもいいかなとか。いいと思うんだよね、手作り。私もユミコに付き合って、ついでにちょうどいいの知っとこうかなとか思ってさ。ほやっぱ手作りっていいよ。引谷くんも隼人くんと友チョコすればいいじゃん。いや、しないから。っていうかあいつ受け取らねえんだろ。男子同士ならセーフだよ。前提がアウトじゃねえか。そうなんですよね。受け取らないって明言しちゃってる以上難しいんですよね。どうしたらいいですかね。はあ、ほんとそれ。俺ちょっと飲み物買ってくるわ。ええ。
なんか言おうか。ちょっといい？いや、中入ればここ寒いし。いや、ここでいいから、その雪の下にちょっと聞きたいことあっただけで。あれ、さっき川崎さんも何かご用？とりあえずどうぞかけて。そのチョコのことなんだけど。何？あんたも誰かにあげんの？ウケる。はは？あんたもとか言って勝手に一緒に住んのやめてくんない？は？あ、で、チョコがなんだって？妹が保育園でバレンタインの話聞いてきたみたいで作ってみたいんだって。なんか小さい子でも作れるやつってない？でもさっき家事得意じゃなかったっけ？その私作るのなんか地味だからあんま小さい子喜ばなそう。ちなみに川崎さんの得意料理を聞いておいてもいいかしら。さと里芋の煮っころがし。いいんじゃない？ほら、私全然料理できないからそういうのすごいと思うね、ゆきのん。そうね。煮っころがしと寝っころがしってちょっと似てて、なんだか可愛い感じがするものね。フォローの仕方がおかしい。ま、でもいいんじゃねえの。ちゃんと作れてんなら。はあ、まあそうですね。確かに地味ですけど。なんかサキサキっぽくていいじゃん。あんた料理できんだ。あ、うん、まあ。私も知りたい。小さい子ができるなら私もできるし。じゃあ私も参考までに。ああ、よろしく。つーか、あーしの話どこ行ったわけ？なんだか今日は疲れたわね。由美子とひなにさきか。いつになくいっぱい来たもんね。ですよね。川崎さんの依頼はともかく、問題は三浦さんね。三浦の目的はチョコを作ることじゃなくて、作ったチョコを葉山に渡すことだしな。ですね。結構ハードル高そうです。でもなんか隼人君の気持ちもわかるな。なんていうか、やっぱり表立って渡せなかったり、いろんなことに気を回しちゃったりするんじゃないかなって。はあ、なんかゆい先輩らしいですね、それ。優しいっていうか。そうかな。私らしいか。まあ言い訳があればいいんじゃねえの。葉山が納得できる建前っつうか。は？受け取らざるを得ないというか、受け取るのが自然な状況なら話は別だろ
つまりエクスキューズがあればいいということね。例えばバレンタインつうんじゃなくて試食してくれってことなら葉山も食うだろ多分。そっか、一緒に作っちゃえばいいのか。じゃあみんなでやろうよ。いいじゃないですかそれ。依頼に来た人まとめてイベント的なことやって教え合うっていうか。で雪の下先輩に教えてもらえば。ええ、それは構わないけれど。副会長、企画書の提出を命じます。お料理教室イベントみたいなの。はいやだから鳥も箱押さえて告知打つのだけやってもらって。いろはちゃん早っ。優秀なのよね、こういうところは。